構造を説明してみて。めんどくさいのだ。説明してみて。わかったのだ。またむっちゃ怖いのだ。オーレートの設定の仕方含めて説明する必要があるわ。しまったのだ。埋まりそうな質問をしてしまったのだ。通称オーレートの設定方法が謎すぎる問題。その問題の命令の方が謎すぎるのだ。そして全部合わせて1ビット分。なんか言ってよ。こんにちは、四国メタンです。ずんだもんなのだ。春日部つむぎです。さて、車両診断通信の話の続きになるわ。ちゃんと続いて助かったのだ。案の定、あんまり再生数稼げてないジャンルっぽいですけどね。つむぎ、余計なこと言うなのだ。ウプ主のモチベーションに影響するのだ。まあ、ウプ主的には市場調査的な位置づけで見てるから、再生数の多い少ないは実は気にしてないのよね。で、今回はどんな話になるのだ？まず、前回の復習として DOCAN の OSI 参照構造を説明してみて。めんどくさいのだ。説明してみて。わかったのだ。またむっちゃ怖いのだ。上から言っていくと、アプリケーション層が ISO14229 の1、プレゼンテーション層がなし、セッション層が ISO14229 の2、トランスポート層とネットワーク層が ISO15765 の2、データリンク層が ISO11898 の1、物理層が ISO11898 の2なのだ。カンペ見ながら言ったから合ってるはずなのだ。正解。そして今回は DOCAN の物理層、データリンク層に該当する CAN の話を。CAN というと、コントロールエリアネットワークの略のやつ？そうそう。ということは ISO11898 は CAN と同じってことになるのだ。そうね。まあ CAN も高速 CAN、低速 CAN などがあるから、それによって規格の枝番号が変わるのだけど、ISO11898 イコール CAN と思ってよいわね。まず CAN についての説明だけど、基本的に私から細かい説明はしない予定よ。サボりなのだ。違うわよ。以前は CAN 関連の情報って少なかったんだけど、最近は一般的になってきたのか、結構情報が得やすいのよね。確かに車両診断通信は微妙でしたけど、CAN は結構情報は出てきますね。ベクター社の初めての CAN、CANFD、ウィキペディアのコントロールエリアネットワーク、この2つだけでも結構理解できそうって感じはします。そうそう。よって私の方では CAN の中でも DOCAN に特化した部分の説明をしようってわけ。なるほど。簡単に調べられるのは個別に調べて、ちょっと調べにくいところを解説してくれるってことですね。それは効率的な気はします。まあ効率的とサボりは同じことと言えるから、うまくサボるとは言えるわね。やっぱりサボりなのだ。何が何でもサボり魔に仕立て上げようとしてるのが難覚さ。それでは DOCAN を前提とした CAN の説明をするわ。沼らない説明を希望するのだ。まあ今回はそれほど沼らない予定よ。信用できんのだ。まず今回の CAN の説明は以下を前提とするわ。高速 CAN、オーレートは 500kbps、CANFD は対象外。この前提は何を元にしてるんですか？ ISO15765 の4を元にしているわ。確か UDS じゃなくて OBD の方の規格でしたっけ？そうそう。CANFD は対象外ってあるけど、車両診断通信の CANFD 版はないってことなのだ。OBD としては対象外で良いのだけど、UDS としては CANFD は対象になるわね。ただ現時点で CANFD の話を混ぜるとちょっとややこしいことになるから、まずは除外。沼るぐらいなら除外してもらった方が楽なのだ。メタンさんなりに色々気を使ってる感じはしますね。CANFD の除外は分かりました。でも CAN って 1Mbps が上限だと思ったんですけど、それを 500kbps に抑えてるのはなんでなんですかね？なかなか鋭い質問ね。理由はいろいろあるのだけど、法規で指定されているのが 500kbps のため、これが主流になっている。1Mbps だとサンプリングポイントを最も後ろにしないと安定しない。
キャントランシーバの遅延が120ナノセカンドであることが多く、出力側と入力側合わせて240ナノセカンドとなり、1Mbps の1ビットの4分の1が遅延となる。1Mbps はトランシーバの物理的な仕様でちょっと危ういってことなんですね。ところでサンプリングポイントって何なのだ？ベクターの資料でちょっとそれっぽい単語はあるのは見たような気はするのだ。まあ、そこら辺は CAN のデータリンク層の話になるわね。棒レートの設定の仕方含めて説明する必要があるわ。しまったのだ。沼りそうな質問をしてしまったのだ。CAN のデータリンク層の説明をするにあたって、まずは棒レートの設定方法の話をするわ。ちなみに CAN の棒レートはどのように決まるかわかる？UART とかと同じと考えると、システムクロックかペリフェラルクロックを分集して、棒レートクロックを作るってイメージなのだ。ずんだもん先輩がシステムクロックとかペリフェラルクロックとか言ってるのが難覚さ。そうよね。普通はそう思うよね。それはもう違うと言ってるようなものなのだ。ここは初めて CAN に触れる際に受ける洗礼のようなものね。通称棒レートの設定方法が謎すぎる問題。その問題の命名の方が謎すぎるのだ。先ほどずんだもんからペリフェラルクロックの話が出たと思うのだけど、それを棒レートプリスケーラってので分集して CAN のシステムクロックが必要となる。それが棒レートを決めるクロックだと思ったのだ。CAN システムクロックがそのまま棒レートクロックにはならないわ。棒レートを決める前段階のクロックになる。棒レートを決める前段階？ CAN の1ビットはさらに分解できて、クォンタムってものが最小単位になるんだけど、この1クォンタムの時間幅を決定するのが CAN システムクロック。で、そのクォンタムは何個で1ビットになるのだ？決まってない。12個かもしれないし、16個かもしれない。棒レートから逆算して決めることになる。恒例の沼の波動を感じてまいりました。なんか難しい感じになってますね。例えば、最初から16個なら16個って決めておけば、自動的に棒レートも決まって、そもそもクォンタムって概念を認識しなくても良いのではって思っちゃうんですけど。そうね。UART なんかはそのイメージ。UART も厳密には内部で固定的なクォンタムを持っているけど、固定なんで、設定する側は意識する必要は全くない。しかし、CAN の場合は意識させる。それはなぜか。それをこっちに問われても困るのだ。答えは、サンプリングポイントを設定させるため。ここでサンプリングポイントが出てくるんですね。ちなみに、サンプリングポイントは CAN 独自用語ってわけでもないわ。UART もソフトウェア側からは見えないけど、サンプリングポイントってのはある。まあ、UART の場合は 50% 位置固定になっていると思うわ。ものによってはスタートビットだけは 75% 位置になってるかもしれないけど。ちょっと待つのだ。50% とか 75% ってどこの話をしてるのだ。UART でも良いので波形を思い浮かべてみて。波形のどの位置でサンプリングすると安定的に信号のハイとローを拾えると思う？あ、なるほど。ハイとローの変化点から一番遠い真ん中が安定。その真ん中を指して 50% って言ってるんですね。正解。CAN の場合、このサンプリングポイントを任意の位置に変更できる。まあ、実際は完全な任意ではなく、設定幅はあるんだけど、規格上は50、90% の間ね。なるほど、わからん。サンプルポイントの話が頭の中で整理できていないのだ。アーシもかなり微妙な感じです。それでは、ちょっと図解してみましょう。これは16クォンタムでサンプルポイントを 75% にする場合ね。あ、ちょっと分かってきたかも。多分こんな感じで考えていくんですね。サンプリングポイントを 75% にしたい。クォンタム数を16個くらいにしておく。500kbps にしたい場合は、500kHz×16 クォンタムイコール 8000kHz イコール 8MHz で 8MHz をCANシステムクロックとしておく。サンプリングポイント 75% にしたいので、12クォンタムあたりでサンプルするように設定する。大正解。紬は理解できたんか。やばいのだ。これで CAN はバッチリってことで。まだよ、まだ半分くらいよ。沼の波動しか感じないのだ。クォンタムとサンプリングポイントの話をしたので、次はセグメントの話をする必要があるわ。またよくわからん用語が出てきたのだ。セグメントは複数のクォンタムで構成されてて4種類ある。
シンクロナイゼーションセグメント、プロパゲーションセグメント、フェーズセグメント1、フェーズセグメント2、そして全部合わせて1ビット分。なんか言ってよ。まあ図に書いてみるとこんな感じね。図があるなら早く出すのだ。これは分かったかも。これでわかる紬も変態なのだ。それぞれのセグメントのクォンタム数が確定すると、サンプリングポイントも確定って感じですね。でも、シンクロナイゼーションセグメントとプロパゲーションセグメントっていらなくない？サンプリングポイントの決定には必要ないんだけど、CAN のハードウェア仕様としては必要な概念になるわね。シンクロナイゼーションセグメントはエッジを作るところだから当然必要。プロパゲーションセグメントは回線遅延補正用で、ソフトウェアからは見えない形で伸縮している。実際、CAN コントローラによっては、プロパゲーションセグメントとフェーズセグメント1と統合した状態で設定するのも多いので、あまり気にしなくても良いのでしょうね。ちなみに、プロパゲーションセグメントとフェーズセグメント1を統合した場合の表現は、プロパゲーションセグメント+フェーズセグメント1が T-Seg1、フェーズセグメント2が T-Seg2。ということは、CAN コントローラによって表現が違うことがあるってことになるんですかね。そうね。よって、両方の呼び方を覚えておいた方が良いわ。めんどくさすぎなのだ。まあ、知ってないと何を言ってるかわからなくなるから覚えるしかなさそうですね。と、ここまでは CAN の話ね。CAN の話だけでとんでもない沼だったのだ。というわけで、まとめよ。基本的には、初めてのCAN、CANFD を読んでおけば OK。CAN のボーレート設定は特殊。ソークウォンタムがボーレートになるので、設定したいボーレートから逆算する必要がある。CAN はサンプリングポイントを調整できる。ソークウォンタム中のどこのクォンタムでサンプリングするかで決定できる。セグメントは4種で1ビット分。シンクロナイゼーションセグメント、プロパゲーションセグメント、フェーズセグメント1、フェーズセグメント2、プロパゲーションセグメント+フェーズセグメント1で T-Seg1、フェーズセグメント2を T-Seg2 と表現することもある。なんかもう意味不明な用語だらけなのだ。ここら辺は決まってることだから単純に知っておくことしかできないですね。まあ、大雑把な内容だけ把握して、あとは必要な時に調べ直す程度の認識で良いと思うわ。そういうことなら全部聞き流すのだ。覚える気ゼロ。以上で本動画は終了です。車両診断通信の最下層のCANの話でしたが、次からが本番って感じです。これからが本当の地獄なのだ。地獄を見たい方は高評価、チャンネル登録をお願いします。そんな誘導の仕方ってありなの？それでは、ご視聴ありがとうございました。ありやしたのだ。